源氏物語イラスト役の愛です。この動画は大学受験のための古文速読トレーニングです。イラスト役本編では原文の後に現代語訳が流れます。その後受け出るイラスト役で古文目線を鍛えていきましょう。また後半では文法や知識について解説していますので最後まで見ていってくださいね。それではイラスト役本編のスタートです。第4章夕顔の第2話です。光源氏は桐壺邸の第2子として生まれましたが、後ろ盾のない巫女が政権争いに巻き込まれないよう、帝は彼に源氏姓を与え臣下に降格させます。元服した光源氏は正妻葵の上を迎えたものの、父帝の寵愛する藤壺宮に思いを寄せてしまいます。源氏は満たされない恋に渇望するかのように女性遍歴を重ねていきました。光源氏17歳の夏、乳母であった惟光の母の見舞いに行った時、五条のある宿が目につきました。ではこの後の展開行ってみましょう。三車も痛くやつしたまえり。千具もおわせたまわず。誰とか知らんと打ち解けたまいて。少し差し覗きたまえれば。角は瞳のようなる押し上げたる。見入れのほどなく。物儚き住まいよ。哀れに。いずこかさしてとお申しなせば。玉のうてなも同じことなり。切りかけ立つものに。糸青やかなるくずの心地よげに這いかかれるに。白き花ぞ己一人笑みの眉開けたる。落ち方人に物申す。と独りごちたもう。御随人随いて。かの白く避けるをなん夕顔と申し果てる。花の名は一目きて。こう怪しき垣根になん先はべりけると申す。お楽しみいただけましたか？単語や文法は
頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回は、官名である夕顔が出てきましたね。夕顔というのは花の名前です。朝顔に似た白い花で、夏の夕方開いて朝方にしぼみます。光源氏がこの花を見て、落ち方人に物申すと歌いました。これは当時流行っていた民謡歌のフレーズを引用したものです。打ち渡す落ち方人に物申す我、その底に白く咲けるは何の花ぞも。遥かに見渡す遠くにいる方に尋ね申します。私はその底に白く咲いているのは何の花であるかと。この五七七五七七というリズムは世道歌というもの。世道歌の本質は問答的に口ずさむというところにあると言います。光源氏がこのフレーズを引き歌とすることにより、この白い花の名前を問いかけているのですね。この源氏の意図を随人はすぐに察したようで、あれは夕顔の花ですと答えました。ちなみに、腹心の従者であるこれみつは今呼びに行かせているので、この随人はこれみつではないようです。しかし、誰であろうと、源氏の随人ともなれば、このくらいの教養は持っておかなければならないようですね。さあ、今回も第4章夕顔からのイラスト役でした。第1章切り壺からここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。